今日は先生術で、小野田きみさん、合ってますかね読み方のライブを、星読みをこのライブでしてみたいと思います。ということで、もう早速本題に入っていきたいんですけれども、実はですね、今、政治と先生術が非常に面白いことになっております。なので、私のその他の YouTube もたくさん政治について、あるいは、高市、総理ですね、今について、挙げておりますが、ものすごく反響がありまして、ぜひ見ていただきたいと思います。で、この流れをね、ちょっと振り返ってみると、そもそも自民党の総裁選の前から、小泉氏有利と言われていたわけですね。でも彼女が総裁になった。で、ちょうどその前に、これが始まる前に、乙女座の新月あたりに、目覚めよ日本人という動画を私も出してます。先生術で日本人をもっと日本人ファースト、日本人の権利っていうものを大きく打ち出していく流れに宇宙は応援をするよということを話してました。それからその流れで先生術で去るものがやってきた時に追わないことが大事。一時的に去っていきますが、去ってくれてよかったということな結果になるので、自分の一番大切な意見を通した上で去っていくものは追わないこと。それからもう一つは、一番大事なものを守るためには、そうではないっていうものを増やしていくことで新しい仲間がやってくる。これ本当先生術で話していたんですね。そしたら、まさにこの高市氏が総裁選前から繰り広げていた作戦っていうのが、日本人目覚めようっていう作戦でしたし、それによって総理大臣に指名されるまでの流れ、例えば、公明党が離脱していって追わなかったですね。グローバリズムにうんざりしていた国民の声というのがやっぱりそこであったわけです。で、その政策を打ち出したのが、高市さんだったわけです。で、そこで意見が合わなかったことで公明党は離脱する。でも、追いかけるために政策を曲げない。ということをやりました。それで余計国民の支持率が高くなって。でもそうすると今度は過半数足りない。票を埋めるためにどうするかって言ったときに、維新との連立っていう、これが最後に言っていた星の流れですね。なんでこの手腕はすごかったです。こう怒涛の流れ、1ヶ月ぐらいの。これでも全部先生術に合っていたんですね。海外政策に関して明らかに意識の違うところの意見を借りずに、力を借りずにやっていくっていう流れっていうのは、日本の政治史上はやっぱり初めて起こっている流れなんですが、これがうまくいったのはなぜかっていうところなんですね。その何が正しいか間違ってるかじゃなくて、うまくいったのは天体の流れに合っていたから、宇宙の応援に合っていたから、本当に大いなるものの影響を私たちは受けていて、ここを過信してしまったら、宇宙からの怒りに遭うだけで、私たちはやっぱりこの流れに沿っていくっていうのは非常に有効な生き方だと思いますので、ぜひですね、皆さんもこのきっかけに、先生術、政治、これから起こっていくことを予測できますので、ちょっと興味を持っていただくと面白いのではないかと思います。ということで、ここから今回は前回高市早苗氏のバーシャットを徹底的に読みましたので、今日は予告通り小野田公さんのバースチャートを見ていきたいと思います。で、ちょっとここで先に忘れてしまったらあれなので、せっかくなので、バースチャートを出しておきます。これがね、彼女のバースチャートなんです。一時的ですが、皆さん見ていただきたいんですけど、これ、素人の方が見てもぐちゅぐちゅぐちゅっと固まっているところがわかると思うんですが、これもいて座ですね。いて座でいっぱいあるんですけれども、太陽だけではなくて、金星、水星っていう二大パーソナル天体がいて座にあるんですが、これね、西洋占星術の落とし穴なので、ぜひ今回このことも皆さんに知っていただきたいんですけれども、いて座の特徴を多く持った人っていう星読みになっちゃうわけです。普通に行くと。ですが、これ、違うんです。そこをちょっと見てほしいんです。で、前回、高市さんのバースチャートを読んだ時もそうだったんですけど、この2人とも特徴としては、一般的な西洋先生術で読むと、全く政治家に向いていないっていう人格っていうふうになっちゃうんですよ。でも、実際向いているし、やっているし、国民の期待を今一身に
浴びてますよね。っていうことは、どっか違うところで見ていく必要があるんです。今のお二人の言動、生き様と、その西洋占星術のサインの読み方とは明らかに違う。これがね、そのまんま当てはめるんじゃないよっていうこととか、AI とか、今もうネットで調べると、サインの情報って出てくるんですけど、そこだけを切り取って、いて座だからこうっていう、いて座の情報っていうところでしてしまう、先生術の落とし穴なんです。これ多分名前を明かさずに高市さんのバースチャートとか小野田さんのバースチャートを AI に分析してもらうと、高市さんのバースチャートはおとなしくて自分の意見を持たないで行動力は弱めの人っていうふうになりますし、小野田さんの場合はこれ典型的なグローバリストのチャートなんです。先生術を習ってる人がこの小野田さんの名前を伏せたら、もうこの人はグローバリストですね。もうでしか読めないような。でも、お二人がそうでないことを私たちは今知っていますよね。だからやっぱり現実を見ていくっていうことをこうね、先生術もしていくことがとても大事です。圧倒的にいて座の人なんですけれども、で、いて座のキーワードこそグローバリズムなんですよ。先生術では。でも彼女の打ち出している政策は全く逆、日本人ファーストです。どちらかというと。日本を守るっていうことですね。ですから、全然違うと。あと、いて座っていうと、もう寛容に受け入れる。いいじゃない。そしてちょっと大雑把になんですけど、彼女の国会答弁をずっと見てるんですけど、私も面白くて、他の人が気づかない細かいところ、例えばお掃除ロボットがあるだけでも、スパイが入ってるかもしれないんじゃないかとか、ソーラーパネル80%中国産ですけれども、これが遠隔操作されてたらどうですかとか、こんな、どうでもいいじゃなくて、めちゃめちゃ細かいところを、どうでもいいにしないで、つついていく必要を持ってるんで、一手座とは真逆なんですね。で、こういったところをやっぱり読んでいくっていうのが、とても面白いわけです。で、なぜか、じゃあどうしていて座のところを読まないよってなるんですけれども、実はこの方のバースチャートの場合は、一番大事な場所は、いて座の場所じゃないんですよ。だからそれを読んでいくということが大事なんですが、これどこを読めばいいんでしょうか。これ、ちょっとここからですね、先生術をガイアハウスで学んでいただいている星読みナビゲーターの方にもちょっと参加していただきたいので、マキコさん、いらっしゃいますでしょうか。マはい。キコさんだったらこれ、いて座のとこじゃなくてどこを見ますか？まず土星と木星を読みます。うん、通常のバースチャートですと、まず土星と木星を読むということはあまりありません。うん。でも、小野田さんの場合は、木星と土星が同じサインにあるグレコン時代に生まれているので、その影響を真っ先に受けるので、土星と木星をまず読みます。そうですね。ありがとうございます。そうなんです。この人、グレコン生まれなんです。で、グレコン何かってね、いうのをお話しすると、20年に、大体20年ぐらいに一度やってくる破壊と再生のこの周期なんですよ。新しい時代の幕開けっていうのを起こすアスペクトなんです。今言ったように、木星と土星が20年に1回くっつくんですよ、同じサインに。それを持ってるんです。で、この小野田さんの誕生、この年がね、グレコン時代なんですけど、実は、この小野田さんのグレコン時代の一個前のグレコン時代っていうのが高市さんのバーチャートなんです。だからこの二人の共通点、どちらもグレコン生まれなので、太陽星座とか一般的な読み方をしないということがとても大事。で、ちなみに今の現在から一番近いグレコンはいつだったかというと、パンデミックの年でした。であらゆる意味でやっぱり人類が破壊と再生を起こすいろんなことに気づき目覚めていくっていうアスペクトが、グレコンの周期ということになりますね。で、ここで、ここをじゃあ土星、木星がくっついているということで、そうすると土星を中心に読まなきゃいけないんですが、土星のアスペクト、何があるか、今度はゆきさんお願いしていいですか？はい。土星のアスペクトも重要なんです。で、冥王星とプシケとコンジャンクションしていて、エコー、ベスター、ドラゴンヘッドとトラインしています。はい、ありがとうございます。これ、こんだけ土星がアスペクトしてる。で、その木星もヤギ座の火星とトラインしてますからね。それを見た上でのいて座の人だなっていう必要があるんですが、そうするとどういう読みになるか、マキコさん、いきますかね。はい。先ほどマキさんがおっしゃったように、伊勢田的に、柔軟に幅広く
海外の文化とか人とか要素を受け入れたり、細かなことに気にせず、抽象的に物事を進めるっていうスタイルではなく、うん。海外よりもまず自分たち日本人が自分たちの場所で豊かに幸せに生きる権利っていうのを重視しています。うんそしてそれを徹底的に守ろうとする姿勢がこのアスペクトに現れています。そうですね。そうなんですよ。だからちょっと、いて座の、もういいんじゃないどうでもじゃなくて、もう、ここにある、国会にあるものすべてとか、日本に入っているものすべて、もうちょっとちゃんと見ていこうよっていう、全然違う質があるということを踏まえた上でのいて座っていうふうに見ていくっていうことが、やっぱり大事なんですね。で、そうそう、もうまさに今、マキコさんが言ってくださった通り。で、しかも、声を上げにくい人たちの声を汲み取って、自分自身が矢面に立って代弁しようっていう、すごい力強い意志の強さっていうものも表していますね。で、もう一つ、正確に見るために読まなきゃいけないのがいつも言ってる小惑星です。高市さんの場合も魚座生まれだけど、小惑星を見たらめちゃめちゃ水亀座のパラスが強かったから、新時代のまさにリーダーシップ、みんながついていきたくなる。しかも世代を超えて水亀座のパラスっていうのは、若い女の子たちも今彼女のことをサナサナって言ってブームになってる。これまさに水亀座のパラスにしかできないことなんですよ。魚座にはありえないことですよね。だからやっぱり小学生を読んでいくっていうことはとても大事なんですが、その社会的使命を持って行動する人生を選択した人の場合は、特に小学生を積極的に読むっていうのが新時代先生術の特徴です。そうすると、いて座より大切なところが見えてくる。とすると、どんな、ちょっと小学生で気になるところ、今度、ゆきさんいいですか？はい。小惑星でちょっと大切な場所になりますと、うん、水亀座のペルセポネ、あとベうん、スタ、うん、それから双子座の、セレス、それから天秤座のハイジャンにスポットが当たっています。うん、うん、うん。そうですね。で、これってどんな感じですかね。はい。まきこさん、ごめんね。はい。そう、自分をオープンで正直、嘘偽りのない状態に保つっていうことをとても大切にしている方です。で、うん、そのために、信念が異なるのであれば、たとえ自分にとって、そこの人たちに頼ることが有利だと分かっていても、長いものには巻かれるという選択はしない。強くてドライな気質が現れています。そうですね。めちゃめちゃドライなんですよね。ここを見ると。なので、冷静に物事を考えられますね。風通しを良くしておきたいから、誰かに恩を売って自分の思っていることが言えなくなるっていう状況を非常に嫌うという質が現れていて、実際にそうですよね。彼女は前回の選挙でも公明党の支援っていうのを受けずに自力で当選しました。つまり借りを作りたくなかったわけです。こういうところもすべて反映されていると思います。で、いて座そのものについての解釈、情報もですね、私自身2万件のセッションデータを見てると、最初に習った本に書いてあったいて座っていういて座の人、ほとんどいないです。今日もさっきインスタライブもしていて、私双子座で書かれている情報、ほぼ間違ってて、私全くそうじゃないからっていう話をしたんですけれども、実際、やっぱりね、見ていくことが大事なんですよね。習ったことだけじゃなくて、本当にあなたの周りにいる双子座の人はどうですかっていうところなんですけど、そうやって見ると、いて座って抽象的で大雑把なサインの代表格っていうふうにもちろん教わるんですけれども、私の見る限り、一番細かい人多いです。この人すごい細かいなーって思ったら、あ、いて座さんっていう、こと本当に多いんですね。で、結局広い視点で見ることで、他の人が気がつかないところも見えてくるんですが、その見えてくる場所は、自分が大事な信念を持っている時に発揮されるんですよ。これ守りたい、日本を守りたいとか、そういうことを強く思った時に、徹底的に細かい調査を怠らないんですね。一定差を細かい調査しないじゃないですか、普通は。だけど、やっぱり徹底的にする方が、自分の信念を守るためには必要だっていう
こういう切り替えが実はできる人の方が多いので、一般的に言われているのとだいぶ違うかなと思いますね。あと、いて座って大学を先生術ではね、しますんですけど、だからアカデミックなアチブメントってよく言われますが、彼女自体は有名な大学出身ではないんで、そこを野党から学歴を叩かれたり突っ込まれたりしてますね。もうそんな本当に関係ないんですけど、政治と大学は。でも、じゃあ、あれいて座じゃないかってなるんですけれども、他の天体のアスペクト、さっき見た小惑星絡みなどを見ると、彼女は学問的なアカデミックな知識よりも、大切なものを守るために自分で他の人がやらないことを研究したり、自分で調査したり、諦めずに食いつく執念深さっていうのをすごい持ってる。これ、サソリ座グレコン時代の特徴で、大事なもののための執念。で、実は政治って、これが一番大切なところかもしれないなと思います。そうするとやっぱり政治家に向いているかなというのが、まあ、私のちょっとね、感想でございます。ライブなのでコメントもいただいていて、ちょっと読んでみてない部分、ここで読みます。星読みの内容そのままで本当に面白かったです。そうですね、さっき言ってた通り、政治がこのね、1、2ヶ月動いてる、ぜひちょっと遡って、今年の、YouTube をぜひ見てみてください。予告した通りのことが起こってるので、それが一番政治に反映されてるので、面白いと思います。まさに目覚めよう日本人ですね。海外在住の私も今の日本に期待応援しています。ということで。あと、小野田さんも高橋さんもグレコン世代という共通点が面白いです。そうですね。この2人がいる今、内閣ということになります。総理と一緒のグレコン世代、興味深い。そうですね。だから20のこう差が、年の差があるけれども、ということですね。男前ですね。2人とも頼もしいという意見ですね。シャナちゃんブームすごいですね。お仕事で使われているバッグの予約待ちがすごいらしいですよ。あ、持ってるバッグね。まるでインフルエンサーですね。こうなるとね。でも、それぐらい若い人たちも政治に興味が持つようになっているっていうのは、本当に水亀座のパラスの人っていう気がしますね。こうやってやっぱり小学生も含めて読んでいくと面白いよということで、今回、小野田さんにもスポットを当ててみました。私個人的には、さっきもちらっと言ったように、だからそのソーラーパネル、もう遠隔操作されてたらどうしますかとか、日本にスパイが入ってたらどうしますかっていうところを、すごい独自の、言われてみないと気づかないじゃないですか。もう、おじいちゃんおばあちゃんたちは。まさかと、私たち、まさかって思ってることいっぱいあるけど、今、まさかと思ってることが現実に本当に裏で行われたりする時代ですから、そこがこの新しい方のグレコン世代の彼女が、やっていくところなのかもしれませんね。日本ももっとちょっとこう危機管理っていうものをしっかりした方がいいよということを彼女が多分担当していくことができるのではないかと思います。じゃあ最後にお手伝いいただいた2人にも感想を聞いて終わりたいと思いますが、マキコさんどうですか？読んでみて。はい。政治の世界でこれほど女性たちが注目を浴びるようになるのは、日本ではなかったことなので、はい。すごい大きな変化を感じていて、こうん。れだけもう女性の活躍の場が広がれば広がるほど、小惑星を読む重要性っていうのが、うん。ますます高まるなって感じました。その通りです。だから面白いですね。小惑星っていうのが社会で活躍する女性性を示しているから、これからますますこの小惑星を読みがいがある時代に入っていったんじゃないかなと思いますね。ゆきさんどうですか？はい。本当にその太陽星座だけじゃなくて、小惑星を読んでいくことで、本当に現実と近づいていく。すごうん。く相違がなくなっていくことに、練習会も含めて、毎回毎回そう思ってきました。うん。で、これからはもっともっと小惑星を読んでいくことが必要になって、多角的に見ていくことが必要になってくるんだなということを感じました。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ本当に、可能性がもっとあるということですね。小学生も読むということは、主要天体だけでじゃなくて人の可能性ってもっと増えていくっていう。で、これはこれからのね、日本の今新しい動きの中でみんなが期待している流れにも合っていくので、楽しいことになっていくんじゃないかと思います。
ということで、皆さんありがとうございました。小野田さん、独自の想像力を使って日本を良くしてくれる気がしますっていうコメントもいただいております。こんな風にですね、またちょこちょことのリクエストのあった人のバースチャートをこうギュッとですね、新時代先生術風に読んでいきますので、リクエストがある方はまたコメントなどを書いていただくと、嬉しいです。ということです。はい。では、今日はここまでにいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。